にちは、りさです。4ヶ月ほど前に初めてデスクツアーの動画を上げて、私のチャンネルの中では再生数もすごく多くて、前回見ていただいた方、本当にありがとうございます。あの動画を上げたのは冬だったんですけど、あれから4ヶ月ぐらい経って結構置いているものとか机の向きとか配置が変わったので、そのあたりをまた紹介していこうと思います。引き出しの中とかはほとんど変わっていなくて、前回と同じところはもう今日は紹介しませんので、過去のデスクツアーの動画をまだ見ていただいてない方はぜひそちらもチェックしてみてください。ではまず一番大きくパッと見てすぐ変わったなっていうところは机の向きです。机をもともと横にこの窓に合わせて置いていたんですけど、今みたいに昼過ぎになると結構逆光がすごくて、パソコンとか使ってる時にパソコンの画面を明るくしててもちょっと暗いっていうことがあったので、午前中とかは青空が見えて作業もはかどるっていう感じで良かったんですけど、昼以降の作業が厳しかったのでこちらの方に向きを変えました。でまず紹介するのはこのモニターです。モニターはデスクツアー以外の動画でお話ししたことがあるんですけど、企業さんからタイアップとしていただきました。このぐらいのサイズ感です。これが iPad の11インチで、こっちが27インチのモニターです。モニターが家に来てからもうすごく作業がはかどるようになって、 MacBook あるし iPad もあるし、モニターまであったらいいけど、買うのもなかなか高いしなって思ってた時にタイアップとしてこのモニターをいただきました。この USB-C のケーブルをモニターの右側に置いてる MacBook に挿していつも使っています。これが MacBook とつないだ状態です。このモニター価格もお安い方だと思うんですけど、趣味で使う分には全然色味とかも MacBook と大きくは変わらず使えています。基本は横向きで使ってるんですけど、モニターをガッと上げて縦に使うこともできますし、高さも調整することができます。持ち上げると下げたり上げたりすることができます。モニター台を置いて少し高くしているので、そのまま画面がまっすぐだとちょっと使いづらいんですけど、こうやって見ると前かがみになるように向きを調整しています。モニターが真っ黒なのが私はちょっと気になってて、自分でモニターカバーを作りました。モニターカバーって検索してもあんまり可愛いのが出てこないんですよね。なので自分のインテリアに馴染むようなパーツと布を使って、自分用なので結構適当なんですけど、こういった感じで作ってみました。でそのモニターの下に置いているのが IKEA で買ったモニターのスタンドです。私はモニターの下に絶対収納が欲しいと思ってて、ここが引き出しで開けるとリップクリームとかハンドクリームとかとペンとクリップとロルバン用の黄色い修正テープとケーブル、こういうのを入れています。その下には隙間があってキーボードを置いています。最近よく使っているのはこの透明のキーボードです。いくつか持ってるんですけど、気分でお気に入りが変わるので最近はこのキーボードを使っています。このキーボードがメカニカルキーボードで結構厚みがあるキーボードなので、ここに入れると入るんですけど、引き出しが途中でちょっと引っかかるので、これはちょっと置き場所をどうしようかなっていう今検討中です。手前によく使うものを置いているので、ここだけ取れれば、これはこれでいいかなとも思っています。その横にあるのが YouTube の動画撮影のために購入したマイクです。下の方にケーブルを挿すところがあるので、ケーブルを挿して MacBook とかとつないで動画編集をしています。こうやってケーブルを挿すとライトを点灯させることができて、下の方にボタンがあるのでこれを押すとこんな感じで
カラーを変えることができます。私はちょっと気が散るのであんまり使ってないんですけど、でもちゃんと電源が入ってるなっていうのは、つながってるなっていうのは、確認しやすいとは思っています。オレンジは結構なんか柔らかい感じで可愛いかなと思います。部屋を暗くしてみます。発信活動とかを始めた最初の頃は iPad とか MacBook とかに直接声を吹き込んだらいいよねとは思ってたんですけど、やっぱせっかく興味を持ってクリックしていただいた方に音質が悪いっていうことでがっかりさせたり不快な思いさせるのは申し訳ないなと思って、今みたいにカメラで撮影中の時はカメラ専用のマイクを使って、で最近投稿したデジタルプランナーの使い方とかはこのマイクを使って声を入れました。ではその横のプーさんの小物入れ、これは Apple Pencil の備品を入れています。これは Apple Pencil に巻きつけるグリップで、Apple Pencil って結構細くてずっと書いてると手が痛くなったりしちゃうので、そういう時にこれを巻いておけばこんな感じで柔らかいグリップをつけることができるので、これで長時間絵を描くときとかデジタルプランナーを使うときはいつも使っています。3個セットでお値段もお安かったんですけど、テレビとかでも紹介されてて、欲しい方はお早めに文房具屋さんとか探してみてください。それとペンシルの返芯です。最近はこういう金属の返芯を使ってて、あまり付け替えることはないんですけど、とりあえず何個か替えを持っているっていう感じです。その横に iPad のスタンド。このスタンドが本当に気に入ってて、この下がコルクになってて、最初買ったばかりの時はポロポロ崩れてきてたんで心配だったんですけど、もう今はほとんど大丈夫みたいです。裏返すとヘッドホンをかけれるようにフックがついています。ここで角度の調節ができて、このネジで高さの調整ができます。結構しっかりしてて重みのある素材で、簡単に倒れるっていうことはありません。下の方に少しくぼみがあって小物を置くこともできます。私は特に置きたいものがないんですけど、とりあえずいつも頻繁に使うコースターをここに置いています。で iPad の横にこういった収納ラックを置きました。この収納ラックは企業さんからタイアップでいただきました。しっかりとした天板と、あと1段2段と置くことができます。メッシュ素材になっているので、ホコリが溜まりにくいのが嬉しいなと思いました。カラーが何色かあったので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。これが IKEA で買った小物入れです。よく使うノートとか手帳と、これは推しのれいちゃんのカード入れ。置くとこがなかったので、とりあえずここに置いてるみたいな感じなんですけど、これが作りかけなんですけど、モールドールですね。以前Vlog の方でセリアの購入品ってことで、このモールドールの材料の紹介とかしたんですけど、目とか鼻のパーツがちょうどいいのがセリアに売ってなくて、今ネットで注文して到着を待っている状態です。モールドールってすごく可愛くて簡単に作れて、でも5分ぐらいでもうすぐできました。よく使う紙留めと、よく使うロールバーンのミニノートと、書きやすいペンと、最近使ってないんですけど、可愛いなと思って飾ってるクリップ。ここに今前回紹介したカメラを入れています。GL3X のこのカメラカバー、すごく可愛くないですか？白とピンクのマーブル模様がいちごミルクみたいだなと思って、ちゃんとこのボタンのところとかは干渉しないようになってるので、可愛いだけじゃなくて実用性もバッチリです。
それの下の段にはちょっとまだこの間が空いててまだ置けるなって思ってるんですけど、毎日使う手帳と毎日使う手帳に貼るシールと、最近私がすごく気に入っているセリアで買ったパンノート、パン屋さんに行った時にパンの記録をつけようと思って買いました。なんかその他もろもろいろんな手帳と去年の手帳とかをここに置いています。一番下の段にはガジェットをたくさん置いていて、お気に入りの時々使っているキーボード、これも IKEA で購入したカゴです。最近デスクワークに欠かせないと思っている首のマッサージ機とか、自由自在に動かせるデスクライト、さっき iPad の裏に置いてたヘッドホン、あれよりもちょっと重いけど音質はいいヘッドホン、気分で使い分けてます。バインダー用の穴開けパンチとか、そういったものをこのカゴの中に入れています。でこの小さいカバンの中にはインスピックを入れています。インスピックっていうのは写真をシールにできるやつで、スマホの写真とかをこれでインクなしでシールとして印刷することができるやつです。インスピック本体とケーブルと替えの用紙とか、そういうのはこれに入れています。前回のデスクツアーと変わったところはこのぐらいです。たまに質問いただくんですけど、このデスクの左側にかけているこれはドラえもんと村上隆さんのコラボの手ぬぐいみたいなやつです。本当はアイロンかけて飾った方が良かったんでしょうけど、ちょっとめんどくさくてそのままなってて、これはすごく気に入ってて、もう一生大事にしたいなって思っています。今一つ迷っていることがあって、これ IKEA で買ったやつなんですけど、これを本棚にしているっていう方がいたんですよ。これ本当は鍋の蓋とかフライパンとかをこう並べておくやつなんですけど、インスタで見たやつはこうやって縦に置いて壁にかけて本を置くっていうのをやってて、私もそれやろうかなって思ったんですけど、結構これ重くて、これに本かけるっていけるってぐらい結構重たいんですよ。使いかけですけど、こういうのも持ってて、これ2つあったら壁につけれるのかなって思ったんですけど、試しにやってみるとこういうことなんですけど、これ何冊か本置いて結構重たいんですよね。その方は普通に本置いてたんですけど、私はちょっと怖いかもと思って、もう正しい使い方でフライパン置きとか鍋の蓋置きにしようかなとちょっと今悩んでるところです。やってみたよっていう方いましたら教えてください。耐荷重何キロとか書いてあるんですけど、やるとすれば3キロとか5キロがあるなら5キロとかを2つここにつけるかなっていう感じですけど、怖いので多分やらないかもしれないです。というわけで最近の私のデスク周り事情を紹介しました。今のところはすごく使い勝手も良くて満足してるんですけど、もしかしたらまたいつかいろいろと変わるかもしれません。今日紹介したものは概要欄にリンクとか商品名とかいろいろ貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。